こんにちは、ウニです。今日は原画の整理をしていきます。中学生の頃から現在に至るまで約15年分の作品をファイリングしていきます。といっても過去にある程度数は厳選していて、もう手元にない原画もたくさんあるので総数自体は少なめです。SNS を始める前の頃の絵はあまり人に見せたことがないので見せるのが少し恥ずかしいですが、こういう絵を描いていたんだなぁと温かい気持ちで見ていただけたら幸いです。それでは早速やっていきましょう。ひとまずサイズ別に仕分けをしました。年代は結構バラバラです。A4 と B5 は一つのファイルにまとめて、英語は別にファイリングしようと思います。100円ショップで A4 と英語のファイルブックを買ってきました。A4 のファイルブックは40ポケットのものを2冊、英語サイズのものは20ポケットのものを1冊購入しました。こっちは背幅が薄いので全部入るかちょっと不安です。共用にボール紙も買ってきました。薄い紙の絵やファイルに対して小さいに使おうと思います。まずは英語サイズの絵から整理していきたいと思います。これは高校生の頃のイラストですね。部活内で展示があって、その時に描いた作品のキャラ設定です。キャラデザが気に入っているのでリメイクして描くのも楽しいかも。高校生の頃によく描いていたオリキャラたちです。プリントの裏に描いてますね。これも同じ時期くらいの絵だと思います。当時ミニキャラを描くのにハマっていた気がしますね。コピック全盛期時代の絵です。この頃はすごくキラキラした絵が好きでしたね。今見ても結構好きです。コピックツインズ企画というコピック公式さんがツイッターでやっていた企画の絵です。この時は2色だけで描くというお題で重ね塗りをたくさんしてこの絵を描きました。比較的最近描いたアクリルガッシュの絵です。気に入っているので手放せないでいます。年代別にざっくりと仕分けしておきます。この絵は偶然いい顔が描けた絵なんですよね。ずっとこの絵が自分の目標とする絵だったのですが、自分で描いたのに全然再現ができなくて困ってました。新しい絵から入れていくか、古い絵から入れていくか迷っています。表紙をお気に入りの絵にしたかったので、新しい絵から入れることにしました。表裏で入れると背幅が足りなくなって窮屈になってしまいそうだったので、1枚ずつ入れていきます。この絵はコピックセットで作っていただいた時に描いたイラストなので、見開きで入れたいと思います。コピックはずっと大好きな画材です。この絵は入りにくかったので A4 のファイルの方に移動しようと思います。コピー用紙はちょっと入れにくかったですね。余計な部分をカットして収納していきます。ひとまずこんな感じで収納し終わりました。
A5 サイズ以下の絵はあまり描かないので量が少なめでしたね。プリント裏のイラストゾーンが個人的には好きです。A4、B5 サイズの絵を仕分けしていきます。こっちは量が多いので大変なことになりそうです。オリジナルキャラクターのこころちゃん。1枚目が初期の絵で2枚目がリメイクしたものです。メイキング動画もあるのでよろしければご覧ください。これは SS 学園の公式ガイドブックに書き下ろしたイラストです。色が好きでお気に入りの絵です。中学生の頃のイラストです。おそらく持っている中で一番古いイラストなんじゃないかなと思います。名前は時間差でつけた記憶がありますね。裏面にも絵が描いてありました。みくちゃんっぽいけどみくちゃんだと思って描いたかはあまり覚えてないです。この頃は藪内優先生の絵柄に影響されていましたね。これも中学生の頃のイラストです。この頃からずっとフリルとかレースとかそういったものが大好きでしたね。隣にはリメイクした絵が描いてあります。これは野菜を擬人化したイラストです。果物じゃなくて野菜なのは野菜の妖精というアニメが影響していると思います。今見るとデザインも凝っていて可愛いですね。その野菜のイメージやデザインがシルエットにうまく反映している気がする。この頃はゴシックという小説が本当に大好きで、ロリータという言葉を知ったのもこの時期だったと思います。このあたりはアイドルっぽいですね。異世界ゲームとかそのあたりが影響されているような気がします。昔からこういう双子コーデっぽいものが好きだったみたいです。この時期の絵は今の自分にも刺さるものがあるのでリメイクしたいですね。この絵はちょっとパンクっぽい感じがあって可愛い。これは見せるのがすごく恥ずかしいですが、オリキャラの一覧表です。これは多分高校1年生とかそのくらいの時期だったと思います。この頃はよくオリキャラを作って友達と交流していました。名前と性格がざっくり書いてあります。びっくりされるかもしれないですが、男の子のオリキャラもたくさんいたんです。時は戻って中学生の頃の絵です。金髪と水色の組み合わせはいつになっても好きみたいです。さっきのオリキャラ表の一番左上にいたカンナというキャラクターです。もうココロちゃんの原型と言ってもいいかもしれないくらい見た目も性格もそっくりです。この子が一番長く多く描いてきたオリキャラと言っても過言ではないくらい気に入っていました。保険か科学かわからないけど擬人化して覚えようとしていた形跡があります。皆さんはこういうのやりませんでしたか？内容はともかくこの頃の絵柄はシンプルな感じで好きです。ごちゃごちゃした絵が好きだった時期。ハッ
ピーツリーフレンズのナッティというキャラが大好きで、よく擬人化を描いていました。このあたりは高校2年生とか3年生あたりのコピック全盛期のイラストです。残っている作品も比較的多いです。スモール S に2回目くらいに投稿したイラストです。今見てもすごく可愛いですね。コピック機のイラストはなんだかんだどれも気に入っているので、手元に残しておいてよかったなと思うことが多いです。初めて友達とコミティアに出た時のイラスト本の絵です。この時の本を持っている人がいたらかなりすごい。ペン入れめんどくさかったき。この頃はスランプでいろんな描き方を試していた時期でしたね。当時は本当に気に入っていなかったけど、今見るとすごく可愛いなと思います。かなりお気に入りの絵です。当時の自分にもう一回この塗り方を教わりたいです。この絵もお気に入りです。100円ショップのラメのりを使ってよく絵をキラキラにさせていました。この絵もスモール S に投稿したイラストですね。高校生の頃からこういった雑誌に投稿していつかお仕事をもらうぞと頑張ってました。今ではよくお世話になっている大好きな編集部さんです。この頃は同年代のコピーカーさんも多く、今でも仲良くしているお友達もたくさんいます。そう思うとこの時期は私にとって濃密で、かなり今の活動に影響した時期だったかなと思います。プリキュアにも再熱してました。キュアミューズのキャラデザが特に大好きで、唯一ちゃんとカラーで描いたプリキュアかもしれない。水彩期に入りました。初めてちゃんとした水彩紙を買って水彩が楽しくなった時期でしたね。これはワトソン紙に描いた絵だったと思います。最近はウォーターフォードが多いけど、自分の中ではすごく思い入れのある紙です。割と最近だけどお気に入りの絵。この絵でポーチを作りました。またこういうモチーフとかの絵も描きたいですね。年代ごとの仕分けが終わったので、ここからはサクサク収納していきたいと思います。大きい絵は今後も増えそうな気がするので、古いものから先に入れていくことにしました。ファイルの滑りが悪くて入れるのにちょっと苦戦しました。このファイルブックですが、ポケットの素材がかなり薄かったので、絵をしっかり保護したいという人はもう少しちゃんとしたファイルを買うことをお勧めします。学生の頃の絵を整理しながらまたスケッチブックに描く習慣を身につけたいなと思いました。理由はもっと気軽に絵を描きたいからです。高い紙の前だとどうしてもちゃんと描かなきゃとか作品にしなきゃとか自分の中で変なプレッシャーがあって気軽に絵を描くということ自体が少なくなっていたということに気がつきました。昔は息をするように絵を描いていたはずなのに、いつの間にか息が苦しくなるような感覚になることが増えるようになりました。なのでもう少しラフに絵を描く環境を自分自身に作ってあげたいなと思っています。その第一歩として
学生の頃に描いていた環境に戻してみるっていうのもいいかなと思い立ったわけです。今は絵を仕事にしているので完全には難しいかと思いますが、たまには肩の力を抜いて描くということを実践できたらいいなと思います。過去の絵をいろいろ見てきましたが、皆さんのお気に入りの絵などはありましたか？好きな絵があったらよかったらコメントで教えてください。iPad で絵を描くようになってから下書きをコピー用紙に書くことがなくなってしまいました。これも自分にとっては大きな欠点だと思っていて、直したいなと思っているところです。紙に直接書いた方がサイズ感の感覚がつかみやすいというのもありますし、うまく書けなくてもまずは一旦自分で書いてみるという粘り強さやチャレンジ精神が今の自分には足りていない部分だなと思います。なので最近は素材を使うなら自分で作ったものにしようと考え方を変えてみたり、描けないなら描けそうなものに変えてみるとか、そもそも絵のテイスト自体を変えるとか、絵のクオリティそのものよりも自分の創造性をもっと豊かにしたいなと思うようになりました。自分はもっと内側にあるようなものを突き詰めていきたい気持ちが強いのかもしれません。手幅が足りなくなってきたので、直近の絵はもう一つのファイルに保存します。ファーアートもまだありました。すべて2時3時のライバーさんのファーアートです。意外と私が描いていることがバレていないので、見せるのがちょっと恥ずかしいです。この絵はザ・水彩という感じの表現がしたくて、水を多めに使った描き方をしました。この絵はファーアートの中でもお気に入りの一枚です。この絵も気に入っていたのですが、完成させることができませんでした。大好きなライバーさんだったので、卒業前に完成させてあげたかった。ライバーさんってデザインが鮮やかだからコピックで描いていて楽しいんですよね。普段描かないようなものを描けるので絵の勉強にもなります。この絵はアクリルガッシュで描きました。パステルカラーの絵が描きたいときはアクリルガッシュを使うと楽しいです。去年はほとんどファンアートが描けなかったので、今年はもっと積極的に描いていきたいと思います。約15年分の原画をファイルに収めることができました。そんなにないと言いつつ、振り返りながら作業していたら長くなってしまいました。でも過去の絵を振り返ることで自分の成長や新たな発見もあったので、とてもいい時間を過ごせたなと思います。シンプルにファイルに入れたら見やすくなったので、これからもちゃんとこまめに絵の整理をしようと思いました。皆さんもこれを機に絵の整理をしてみてはいかがでしょうか。まだまだ自分の絵に対しては厳しい目を向けてしまったり、すぐに好きになるのは難しいと感じることもあるかもしれませんが、時間が経って距離を置くことで好きになれる瞬間もたくさんあるので、自分の絵を大切にすることは忘れないでいようと思います。自分の絵は自分にしか描けないので、皆さんもぜひご自身の絵を大切にしてあげてください。
こまでお付き合いいただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。